皆さんこんにちは、犬です。今回は強くなる練習法。このタイトルを見てと思われたそこのあなた、嬉しいですね。だって全部そういう動画じゃんってことですよね。たくさんご視聴いただきありがとうございます。さあ今回なぜこのタイトルなのかというと、最近ショート動画を毎日上げておりまして、今ご覧いただいている通常の動画、こちらをなかなか見る機会のない方も剣道ドッグを知っていただく機会となって、初めてコメントしてくださる方がたくさん増えて大変嬉しく思っております。そんな中で今部活を頑張っている人へという動画にこんなコメントをいただきました。皆様、出せたらでいいので強くなれる練習方法を出してほしいです。よろしくお願いします。様だなんて恐縮ですけど、まっすぐないいコメントで心打たれまして。だって強くなりたいって自分で思ってるわけじゃないですか。誰かにやらされるでもなく、きっと今の自分の力じゃダメだって自分で思ってるんでしょう。掴み取りたい結果があるんでしょう。まっすぐに頼む、強くなりたいんだって言葉にできるって素敵なことですよね。その気持ちに敬意を表して僕にできること、このタイトルというわけです。冒頭申し上げたように、僕は自分が役に立つと思えたことしか動画にしません。ぜひ他の動画も見ていただいて役立てていただきたいと思います。今回は基本打ち込みの質を上げる方法をご紹介いたします。質っていうことですが、毎日の練習でどれぐらい強くなっているでしょう。例えば週5日練習がある環境に身を置いている人が、特に意識せず剣道の練習の時間が来たから練習をやって、また次の練習の時間が来たから練習をやって、この方法で毎日1ずつ成長するとしましょう。では同じ練習環境の人が練習の質を高める意識で取り組むとどうなるでしょう。毎回の練習で意識することが変わり、練習の目的を理解し始めます。練習中のものを自分で評価するようになって、もっといいものを求めるように努力します。さっきの成長度合いを1とすると、毎回の練習で4ぐらい成長します。さらにそうなってくると面白くなってくるので、練習以外でも剣道のことを考えたり、自主練なんか始めたりしちゃうでしょう。練習以外でも2とか伸びます。最初の一例が1週間で5成長するのに対して、後の練習では1週間で34成長することになります。そしてこれを実現するために最も重要なことが、さっきいただいたコメントのような強くなりたいとか上手になりたいとか、そういう自分の気持ちなんです。どんなにいい方法を知っていても、どんなにいい先生や仲間が近くにいても、やるのは結局自分ですからね。だから心打たれたんです。そういう気持ちが少しでもある方々だから、こうして今僕のチャンネルを見てくれているのだと思いますが、恥ずかしがらずにその気持ちを大切にしていきましょう。では行ってみましょう。剣道の練習では、その瞬間、当たる瞬間に結構意識を持っていかれがちだと思います。打った感触が良かったら、よし今日もいい感じ。良くなかったら、手の内が悪いのかなとかね。でも打つ前から斬新までを徹底してこだわることで質が上がります。レベル1、1本になる打ちを作る。まず面、小手、胴、逆胴、突き。もっと言えば小手面などの連続技や引き技、王子技など、自分に制限をかけずに、要は打ちやすいところから打って、どの技も一本になるということを確認していきましょう。特に王子技、最初はこういうのなし。しっかり技のイメージや形ができるまで、元立ちは応じやすいタイミング、スピードで打って練習させてあげること。さあ、この練習の時、自分がどこからなら届くのか。間合いを知ることがとっても大切です。上手になってきたら、基本打ちもかかり稽古も全部の打ちを一本性の当たりにするという意識を持って毎回の稽古を積み重ねましょう。だんだん一本になるのが当たり前になっていって、打ち損じがなくなっていきますし、
一本一本に対する集中力が変わってきます。多く打たなくてもどっと疲れを感じるようになってくれば質が変わってきている証拠です。一本になる打ちをできることが大切ですが、一本にするという意識は質を高めてくれます。多少打ちが軽かったり当たっていなくても肩を上げさせるくらいのつもりでやってみましょう。とりあえず打つ前の意識はほどほどにしておいて、声と斬新、これを意識していきましょう。レベル2、無駄な動きをなくしていく。速さを求めたり打ち込まれる隙をなくそうと思うと、無駄な動きをなくしていく必要があります。今度は打つ前の動きにも少し注意を向けながら練習していきましょう。例えば左足を引きつけないと打てない、大きく振らないと打てない、打つ前に竹刀を下げないと打てない。このように相手から見て打ってくると分かってしまうような癖は自分では気づきにくいです。一生懸命やってるのになんでかうまくいかないなという人は、相手から見るとこう見えてることがあるかもしれません。試合や稽古の映像を見返してみたり、練習相手に聞いてみたりするといいと思います。そしてこれらの良くない癖は、それをしないと打てない段階では良くない癖と認識されやすいものですが、使うこともできるに変わると、良くない癖は相手を打つための立派な技術に変わります。無駄な動きをなくした打ち方を自然に使えるようになった後で、あえて左足をついで打つとか、大きく振って打つとか、竹刀を下げる攻め方を使うなどすると、効果的に相手を追い込むことができるようになります。そもそもそういう部分がある人はこのように強みに変わることがありますので、そのためにも無駄のない動きを練習していくというのがいいと思います。レベル3、実戦だったらなぜ当たるのかを理解して練習する。基本打ちって相手は打ちやすいように受けてくれますよね。地稽古や試合で簡単にうまくいかないと感じる原因はここにあります。棒立ちの相手に打ち込めるようにしていくようなレベル1、2の練習。これは自分の技術を整えていく練習です。レベル3のここからは、その技術を使って相手の動きを想定して打ち込んだり、相手の動きに合わせて対応させていく練習です。そんなイメージを持ってみましょう。例えばまっすぐ打つ面打ち。どの間合いからなら自分は届くのか意識して練習してきましたね。そこよりもう少し入るように意識します。その時一気に入るのか、さりげなくじっくり入るのか考えて試します。間合いに入れたら打ち込みます。ここでも入ったらすぐに打つのか、あえて少し間を置いてから打つのか考えて試します。打ち込んで抜けて斬新。なぜここまで入って面を練習したか。ここまで入れれば相手の避ける、応じる動作よりも先に自分の面が当たる。もし下がってかわそうとしても届く。何もしなければこの間合いを作れた時点でかなり有利になれる。有利な場面を多く作ることができれば、その分相手にプレッシャーをかけることができます。だからこの面を練習するというように、相手の変化をイメージした上でそれでも打てる根拠があるというような状態を作って打ち込む練習をしていきます。練習する技によってイメージは変化することがありますが、大事なのは今自分がやろうとしていることはなぜ当たるのか、ここをイメージして打ち込むこと。当たるイメージを明確に持って打ち込むことです。自分なりの仮説でいいんです。根拠を持って打ち込む練習をすると、自分勝手に相手の状況や間合いや間など意識せずに攻めて打ち込む剣道が徐々に変わって、チャンスがめちゃくちゃ増えますし、見えるようになっていきます。うまくいくかさっぱりわからないのに、とりあえず打ちたくなったら打ち込んでいく。これではうまくいく確率はかなり低いです。たまにうまくいっても勝ち続けるのは難しいし、打たれるリスクもかなり高いです。それに比べてこういう状況をうまく作り出せた時、うまくいく可能性が高くなる。こういう状況を作れれば自然に勝ちが近づくんだから、こういう状況を作るために試合運びを考えたり、足を練習したり、竹刀操作を練習したりしていく。こんな感じがいいと思います。レベル4、それがダメだったらどうするかを考える。またさっきの目打ちを例に考えてみます。さっきの目打ち、当然ですが実戦で絶対うまくいくという簡単な話ではありません。そりゃそうですよね。レベルが上がってくれば、間合い詰めて面打てばいつも勝てるなんて簡単な話じゃなくなってきます。試合中はうまくいかないことの方が多いです。相手だって負けたくないんですから、工夫して危ない場面を作らないような戦いになっていきます。ダメだったらどうするのかを考えて練習していきましょう。そのために自分がさっきのように狙われたとしたらどう邪魔するかを考えます。
さあ不思議、打つために練習しているのに、これを考える時点でディフェンス能力が上がるような練習になっているということにお気づきですか？楽しいですね。攻めと守りは関係しています。そんなことを言っている動画もありますので、ぜひ見てみてください。考え始めたらキリがないんですが、いくつか例を挙げてみます。例えば入ろうとするところ、この時点で察知して間合いを切る、間合いを詰めて防いでくる、打ってくるなどが想定できます。間合いを切る相手にもう一歩詰めて面、逆動、面々などを練習して対応するとか、間合いを詰めてくる相手に引き技を用意しておくとか、入る時に打ってきても慌てないように防ぐ予測と反応の練習をしておくとか、ガードが速い、王子技がうまい、いい間合いを作れたけどガードされてしまう、王子技がうまい相手を想定します。ガードが速い相手に溜めて引き技とか、返し道を狙う相手に面々、面小手とか、こんな風に一つの技に対してうまくいかない原因、相手の反応を予測してあらかじめ打てるように練習しておく。基本打ち込みとはいえ、元立ちにお願いして動いてもらい、実践に近づけて練習してみるといいです。このようにプラン A、B、C、D など多く持っていると、いろんな相手に対応できるようになりますね。はい、いかがだったでしょうか。後半に行くにつれて難しく感じた方もいらっしゃるかもしれませんが、それはあなただけではありません。自分が難しいと感じるものは多くの人にとって難しいと感じるものです。だからこそ理解しようと頑張って自分のものにできた時、周囲から明らかに一歩抜け出すことになります。レベル1から4まで自分の課題に合わせて慌てず少しずつやってみていただけると嬉しいです。そしてここが大切。自稽古や試合でどんどん試しましょう。どんなにいい形を作れたからって 100% うまくいくっていうことはないと思います。やられちゃう時だってあります。でも明らかに1対9で不利とか、打てるか分かんないけどとりあえずいっちゃおうという5対5の場面とかでえいって打つのではなく、6対4とか7対3とか自分が有利と思えるところを作りに行く。作れた時は迷わず捨て切って打つ。そこで負けたらもうそれはしょうがないというように戦っていけば怖がらなくていいし、確実に勝率は安定していきます。打たれない、負けないで急に全部勝てるようになっていくなんてありえないです。失敗は修正点を、自分の伸びしろを教えてくれるものです。良くないことでも恥ずかしいことでもありません。自分より強い人なんていくらでもいるんですから。失敗したら分析してまた練習。この繰り返しです。ここを楽しみましょう。基本的な打ち込みと試合の違いに苦しんでいる方は特に、よりチャンスが作れるように、より見えるようになっていきます。これからも剣道を楽しんでいきましょう。それでは。